はい、こんにちは。こんにちは。三木鈴木の金山です。鈴木の大輝です。はい、今回はですね、ここ今2つ並んでますけども、前回の予告通り、スペーシアギア、はい、ちょっと待ってください。おーい、よいしょよいしょよいしょ。はいはいはい。ちょっと今回スペーシアギアはですね、ちょっとユーポスミキ店のチャンネルの方でやらせていただけないかなと思うんですけど、それはちょっとそれはちょっとあれかな。前回ちょっと告知してますしね。そこをなんとかまあいいでしょう。はい。そうですね。なので今回スペーシアギアですね。このユーポスミキの星山くんですね。今回ちょっとミキ鈴木のしじみ店としての指導も兼ねてちょっとこの2台を星山くんに説明していただきたいと思います。飛んでください。はい、ということですね、ユーポスの方で三木鈴木しじみ店の方でですね、スペシャルギアを紹介してもらうということで、うちはじゃあ何を紹介しようかという話なんですけど。そうですね、はい、新たな店舗がまたそうですね、できるということなんですけど、三木鈴木、加藤店ですね。三木鈴木、こちらの方が本店になるんですけども、今度加藤店の方でちょっとスポーツ系の車を重点的にさせていただこうかなと思ってます。特に今でしたらワークススイートスポーツっていうところにはなってくるんですけども、こちらを主にやらせていただこうかなと思いますので、ワークスのね、また説明とかちょっと走りが見たいっていう風なお声もありましたんで、今回ちょっとそのワークスを重点的にプラススイフトスポーツを今後どうしていくのかっていうちょっと動画にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、では今回見させていただいて、前回ちょっと紹介させていただいてるんですけど、ワークスの分ですね、こちらがで、あとスイフトスポーツまだちょっとノーマルなんですけども、でワークスなんですけど、前回ご紹介させていただいた部分からプラスアルファちょっとカスタムしてます。それなぜかというと、サーキット前走らせていただいた時に LSD 入ってなかったんですよね。いわゆるデフというものなんですけども、今回こちら入れまして、でちょっと今回走りで、デフとは何ぞやというところをもうちょっとご紹介させていただきながら、今回ちょっと一般道を走らせていただいて、ちょっとワークスを重点的に説明させていただきます。去年の2018年の12月ですね、ワークスアルトですね、マイナーチェンジしまして、今回新色でブルーが出てるはずなんですよ。僕ちょっとまだ原車見てないんですけども、このブルメタって言われてるのが意外と淡いと。で皆さんこちらのブルメタを見られた時にやはりこのブルメタがこちらがいいというので、よかったらまた是非こちらの方原車を見てみてください。はい、こちらがデフになります。これもうノーマルデフなんですけどもね、FF なんで横置きのエンジンで、横置きのエンジンに変速機がついて、その下にデフがとか前とかいろいろあるんですけどついてるという形になります。で単純にこれが横のこの横の状態でつきます。車に対してこういう状態でくっつくんですけど、でこの状態で左右にドライブシャフトがつくという形になってて、要はこの中身を交換しているという形になります。はい、でなぜ LSD を入れるかという形にはなるんですね。まっすぐ走る時は別に問題はないんですけど、コーナーを曲がった時にですね、要は今ハンドルが左に切れてるので、この左カーブですね、曲がっていただいた時に内側と外側っていう風なのは、普通の車でしたら内側が要は少なく回って、で外側が要はよりよく回るというところなんですね。昔棒競争ですかね、あれをやられた時に内側の人ってこうコーナー曲がる時ってすごく楽ですよね。外の人めっちゃ回りますよね。そういうふうな要は普段の原理としては車はそういうふうにコーナー曲がりやすいように作ってあるんですけども、速度が出てきて曲がろうとした時にどうしても内側がですね空回りしてるような状態になってしまう。外ばっかり回ってしまって、内に全然回ってくれなくて外ばっかり回っていくので、どんどんこう外に出てしまうっていう形になってしまうんですけども、この LSD を入れることによって左右対称に回してくれるという形になりますので、外に回してる分と内に回してる分と同じように回ってくれるんですね。それすることによってより内側の方に回っていってくれるという代物になっております。デフ入ってますと、コーナー走ってる、これって運転してる方じゃないとちょっと分かりづらいんですけど、こういう何ですかね、駐車場とかで回っていただいたら、よりこうスピード出していただいた時にアンダーといいまして、外に遠心力で出ていこうとしてるものなんですけど、
それがレフ履いてることによって内に巻いてくれるので、外側もしっかりと回ってくれますんで、より同じようなところの正確で回っていただける。スピードをどんどん出したとしても大きい円になるんじゃなくて、なるべく同じ回転速度を上げても同じようなところに回ってくれるという代物ですよね。それではデフの変わったアルトワークスを店長に試乗していただきましょう。どうぞ。今回この LSD に関してすごくお話をしてるんですけど、普段街を走っていただく方には基本的にそう必要があるものではありません。やはりそのサーキットとか早めに走りたく、より正確に走りたいなっていう方にはすごくいい代物なんですけども、要はコーナリングは安定するっていうのがまず一つでメリットがあるんですけども、デメリットとしましてね、やっぱりちょっとハンドルが重たくなるっていうところと、あと片手でちょっと運転してるとですね、出始めとかなんかそうなんですけど、アクセルオンにした時にちょっとハンドルが戻ってこないとかっていう風な時があったりだとか、あとコンビニとかですね、やっぱり普通に低速で曲がった時にやはりそこは半径が今度外側に振られてしまうので、ハンドルの切り角が悪くなってしまうっていうのがデメリットがあるんですね。その辺も考慮しながらチョイスしていただいたらいいんじゃないかなと思います。だから一般的に普通乗っていただくお客様にはおすすめする品物ではないんですけど、もう一段上のクラスで走っていただくような方の人にはすごくおすすめなアイテムにはなっているというので、その辺はいろいろとご相談していただけたらなと思います。今回LSD を重点的にお話はさせていただいたんですけども、コーナーをしっかりと曲がっていただくためにはもちろんタイヤもありますし車高もありますんでね、そういうところをまず固めてから、で最終もう一つワンランク上で LSD を入れていただくという形が一番ベストかと思います。いきなり LSD だけでノーマル車高でノーマルのタイヤで LSD をいきなり入れられるっていうのはLSD をしっかりと発揮することもできませんし、順序っていうのがありますのでね、今回前回お話しさせていただいていろいろとご存知いただいているお客さんに対してのLSD の紹介だと思っていただけたらありがたいです。はい、でこちらはスイフトスポーツ、今回もノーマルなんですけども、今後このスイフトスポーツをですね、例えばホイール変更だったりだとか、あとちょっとしたまたカラー変更だったりだとか、あと特に足回りですよね、ダウンサスで行くのか、車高調で行くのかっていうところで、よりこのスイフトスポーツですね、こちらの方がもともとかっこいいんですけど、よりサーキットでもいいですし、なんていうんですか、街乗り用でさらにちょっと手を加えることでかっこよく乗っていただけるっていう風な仕様も今後作っていきたいと思いますので、今後ご期待です。はい、というわけでですね、今回ちょっとお車ですね、ちょっと急遽変えましたけども、ちょっと82の方に向けてお話しさせていただいたのと、もうちょっと詳しく車ですね、82の車に対してのパーツのちょっと紹介をさせていただいたんですけどもね、やっぱデフはいいですよね。はい、いいですね。乗ってないですけどでもコーナリングがね全然違うんで、そうですね、そこは慣れへん人からしたらちょっと違和感はあるかもしれないですね。ただ邪魔なものになってしまいますけどね、だから飛ぶことでとか真ん中の途中で言ってたように、その辺ですね、ご自身で乗られるシーンとか、そういうところを考えて入れていただく品物にはなっているという形になってますんでね、その辺はもういつでもご相談ください。はい、ではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。森川です。こちらのハスラーでおなじみの三木鈴木のオリジナルカラーですね。次回はこちらの塗装としている工場に潜入していきたいと思います。お楽しみに